こんにちは、山久です。昨日かな、ここでさ、友達とテレビ見てたんですよ。テレ東の家ついて行っていいですかやってて。で、青森県の浪岡出身の人、成人式帰りかなんかで密着しますみたいなのやってたんですよ。で、青森の浪岡って文字を見たときに、わーって思い出して、その土地にまつわるすげえ怖い話聞いたなって思い出したんですよ。で、その友達と雑談してて、そういえば YouTube で見たんだよなと思って、検索かけたら出てきたんですよね。でチャンネル名が、ローガンレガソブファイル。チャンネル登録者数9人なんだけど、あの、当時ね、数年前なんですけど、浪岡中学校で笠井里馬さんって人が、中学2年生の子がね、いじめを苦に自殺したんですよ。で、このレーガンレガソブファイルのチャンネルをやってる人はそこの出身なんだよね。浪岡の出身なんで、笠井里馬さんの自殺の話についてずっとこう動画を上げてるんですよ。8番、9番、10番みたいな感じで。で、その10番の後に杉沢村の話。僕ね、松江ですからガチですっていう動画があるんですよ。で、杉沢村って、まあ僕ら世代なんでね、その都市伝説のそれなんだけど、それについて詳しい話を喋ってるんですよ。これがなかなか怖い話なんで、聞いてほしいんだよね。110回とかしか再生されてないの。4年前なんだけど。で、この人オカルトの人でも何でもないんだけど、まあ、他の動画とか30回とか44回とかしかないんだけど、これちょっと聞いてほしいから、で、いつもだったらザッキって僕がね、言葉でペラペラ喋る動画が主なんだけど、今回この動画あるから、もうカメラ立ててるんで、このまま再生していくんで、ちょっと皆さん好きそうな話なんで、聞いてほしいんですよね。当時ね、多分この笠井里馬さんの浪岡中学校の自殺の事件が話題になってたんだと思うんです。で、それで検索してこのチャンネルにたどり着いたんだと思うんだけど、そう。まあ、ここの話については、いじめ事件に関しては、見たい人は見てください。風化させちゃいけない事件なんでね、これは。でも今回は杉沢村の話です。というわけで、録画していきます。ではちょっと本題に入ってみましょうか。そう、バレなければ何をやってもいいってところに違和感を感じた。そこら辺でちょっといろいろまた調べたんですけども、ここからね、一気に僕の身の上に起きたことは、運命的なものを感じざるを得ないものでした。あれですね。どうして僕は、普通に暮らしてるだけなのにその後死刑囚になるような人たちと二人も、接点を持つことになったんだろうとかさ。あと、本郷にいた時もおかしいなと思ったことはあったんですけども。結論からズバッと言った方がいいですね。都市伝説で杉沢村伝説というものがあるそうです。面白おかしく、脚色されている部分はあるんですが、あれ結局ね、結論から言うと僕の地元だったという話になりますね。こっから言うことは全て客観的な事実に基づいてます。今はちょっとあんまり明かせない部分もあるんですけど、杉沢村伝説というものはね、一つの、あらましなんですけども、一晩のうちに、あらましとしては、ある夜、一晩のね、一人の青年が発狂して、それで、村にいる全員が一晩のうちに皆殺しにされてしまったと。その後、その村は、行政上の村というものから抹消され、存在そのものがこの世から消された。そこに近づいたものは二度と出られなくなるみたいな感じのちょっとオカルトが入ったような話なんですけども、
まあ、そういうことがあったってのは本当なんですけどもね、僕が生まれ育った本郷という地域には、十文字と呼ばれる、まあ、漢字で言うと、十文字ですね。十字路を意味するんです。十文字と呼ばれるところがあるんですよ。地元のローカル路線である江南バスにも本郷十文字というバス停はあるので、ググってみたらすぐわかると思います。この本郷十文字、僕らは十文字って呼んでたんですけどね。十字路のはずだったのになぜか今は定字路なんですよね。いわゆる T の字、山あいの方に伸びていく道がなくなってるんです。本郷公民館とかに行ってみるとわかるんですけども、昔撮ったはずのその航空写真とかは展示されてるので、それ見てみると確かに昔のあそこの地域は十字路で十の文字の形をしてたんですね。なのに人為的に定時路にさせられてるわけです。昔その山あいの方に向かっていく方の道は、確か藪屋さんだったかな。床屋さんが置かれて、道そのものの痕跡がなくなりました。どうしてそういうことをする必要があるんだろうと、幼い時に一度その祖父に一度だけ聞いたことあるんですけども、ものすごい剣幕で叱責されて、ちょっとこれは触れてはいけないっていう雰囲気があったんで、それ以来触れることはなかったんですけどもね。そうですね。で、その十文字の近くには廃寺がありました。いわゆる廃止になったお寺ですね。考えてみたら本郷地区ってそこそこの集落の大きさなのに、神社はあるんですけど、仏教系のお寺が一個もないんですよね。不思議な話です。おまけにその十文字の近くには、本郷地区としては唯一の警察の派出所がありました。今はなくなったみたいですけどね、どうしてそんなことがあるんだろうみたいな。未だにコンビニもなければ信号もないような田舎町ですよ。ある時カタ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 調べてた時に一気にそれで、分かったのは40過ぎてからでしたけども、僕が40過ぎてからでしたけども、昔ね、その杉沢、本郷は昔本郷村でしたから、本郷村、杉沢というところがあったんですよ。の十文字から山あいの方に向かっていく道の先にその杉沢はありました。ですからね、杉沢という、皆殺しにあった杉沢という集落は存在するんですけども、杉沢村というものは存在しないんですよ。なぜならば、本郷村、杉沢ですから。あそこはね、結核の感染者を隔離する場所だったようです。今でいうサナトリウムみたいな地域ですね。サナトリウムってものがどういうものかっていうのを詳しく知りたい方は、宮崎駿のアニメの風立ちぬでもご覧になってみてください。よくわかります。ご存知の方も多いかと思いますが、結核という病気はね、1950年代に入るまで死の病気にだったんですよ。一回感染して罹患してしまったらもうほぼ助かることはない。1950年代にスプレプトマイシンっていうその特効薬ができるまでは死の病気だったんです。ただ体が弱っていくのを待つだけ。ですね、昔は満足な医療施設もないし治療法もない時代でしたから、ああいう農家の地域で蔵の中とかに閉じ込めでね、それで最低限の食事とかは与えて、あとは死ぬのを待つだけみたいなことも結構あったりしたんですよ。そうですね。死の病気です。だから、ある程度は仕方ないのかもしれないんですけども、ね、思いっきり露骨に血吐くし、体はどんどん細っていくし、夜になるとぜい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 言うし、気持ちが悪いっては気持ちが悪いって言われても仕方がないんでしょうけど、だからその昔の風習として仕方がなかったんでしょうけども、その杉沢って集落にその結核の感染者を一箇所に集めて隔離したわけですよ。で、ある程度集まったところで、ちょっとこれ以上増えるようだと、その、本郷村にいる連中も言われなき差別を受けることにもなりかねないということで、周りの者と口を合わせて
ある夜の晩、その杉沢にいた結核の患者たちを皆殺しにしたわけですね。いわゆる共同犯というか、共同作業というか、いくらなんでも数十人の人たちを一人の人が一晩のうちに皆殺しにするというのは物理的にも精神的にも無理ですから、口裏合わせて全員皆殺しにしたわけですよ。で、その後、杉沢に通じる道は人為的に破壊されてなくなったし、杉沢の集落のあったところは徹底的に破壊されて物理的に人が住んでいた痕跡消されてるんで、見つけることはそれは無理ですわ。その後、本郷ダムというものが作られて、ダムの底に沈められました。本郷ダムは実在するのでよかったら Google Earth で見てみてください。Google Earth で見てもわかると思うんですけど、地形的にあんなところにダム作る必要なかったんですよ。ここで一つの問題が起きたわけです。杉沢の人たちが住んでた場所をダムの底に沈めて、杉沢に通じる道は潰して、杉沢の人たちが使ってた寺は廃止にして、行政上の本郷村あざ杉沢という集落は抹消されたわけです。それにより本郷の人たちは平和を取り戻したかのように見えたわけですけども、それからずっとなかったことにして暮らしていくってのはなかなか精神的に大変ですよね。どっかに無理とかどっかに嘘が出てくるんです。絶対お前外に漏らすなよみたいな無言の圧力があるので、ただでさえ閉鎖的な集落なのに相互監視社会になりますしね。変に目立つようなことをしたら、あれこれバレたら困るので、目立つ人間は徹底的に排除されるよう育てられますね。僕もずっと足引っ張られました。絶縁したとはいえ僕が生まれ育った本郷のそういうお家っていうのは、僕のご先祖は少なくとも分かっているだけで最低でも150年以上前から本郷に住んでたわけですから、僕のご先祖様はその杉沢の皆殺しに関わってたリスクはかなりあるかと思います。重苦しい雰囲気、まがまがしい雰囲気は子供の頃ながらに強く感じたんですけど、やっぱりそれは本当だったんですね。あとはバレなければ何をやっても良いっていう雰囲気とか、あとは後ろから刺すみたいな感じの陰湿な雰囲気も本郷の人はすごく強くてね、それが嫌だったんですよ。それが嫌でしょうがなかったから僕、青森を離れたわけですけども、本当に不思議なのはこっからなんです。杉沢でそういう結核患者の皆殺し事件が起きたのは、これを正確に覚えてるのは今では多分僕だけだと思います。起きた発生日時は1916年の8月の25日。それから100年きっちり経った2016年の8月の25日。本郷小学校、本郷出身。厳密には吉内地区ですからちょっと離れるんですけども、本郷出身者の娘が電車に飛び込んで自殺したんですよ。結構な因果ですね。その2日後が僕の誕生日だったわけですけども、翻訳になる41歳の誕生日の日に、僕は2日前に起きたその自殺事件の全国ニュースを土曜日の誕生日の日に大阪で見たんですよ。不思議なもんですね。しかも自殺した子の父親は、僕が本郷小学校だった時の後輩です。ここら辺から話が動き始めたんですよ。っていうわけなんですよ。青森出身の人とか、その本郷地区、あの辺に詳しい人、僕の視聴者さんでいるのかわかんないんだけど、そんな話聞いたことあるっすか？もしくは、でかいチャンネル運営してる人、これ掘り下げて調べていったら、
杉沢村の話、ネットで完結するんじゃない？実はこういうことでしたって。よく言われるのが青森の津山30人殺し。あれに脚色されて杉沢村伝説ってできたみたいな風に言われてるけど、実際に杉沢っていう地名があったらしいんですよね。あざ名で。そこで今喋ってたその老眼レガソブファイルの人出身で知ってるっていうので、これ面白いんじゃないんですかと思って、ザッキのネタで今回動画にしてみました。聞きたい人いたらこれ普通に YouTube に上がってる動画なんで検索して聞き直してもいいし、さっき言った笠井里馬ちゃんの話、あれと合わせて見てもらってもいいんじゃないですかね。100年後にそういう事件が起きたって、なんか因果関係があるんじゃないかって